将来のキャリアに希望を持って博士課程に進学し、自分の研究に集中できる環境をこのプログラムでは提供します。社会はどんどん変化していて、皆さんが活躍できる場所が生まれてきています。皆さんがそういうところを見つけられる、そういう場を我々は作っていきます。自分の好奇心に素直に従っていけば、自然とその自分の一つの専門分野を超えていくっていうことがあると思います。博士課程の皆さんが活躍する社会っていうのはデジタル技術が必須になってきます。ただそのデジタル技術っていうのは IT の専門家でないとできないわけではありません。デジタル技術によって我々の生活がどう変わるのか、どのように幸せがもたらされるのか、そこを理解できることです。 IT デジタル技術が何を変えるのか、何を変えてほしいのか、何を変えるべきなのか、そこが分かる人材が DX 博士人材になります。博士課程の皆さん、今回北海道大学は科学技術振興機構 JST が募集した次世代研究者挑戦的研究プログラムに応募し採択されました。これからその事業である北海道大学 DX 博士人材フェローシップについて説明をします。このフェローシップとは何かというと、目的はソサイティ 5.0 の社会を牽引できる博士人材の育成にあります。内容としては、日本の科学技術、イノベーションの将来を担う学生への経済的支援と研究支援になります。対象者は、すでに経済的支援を受けている人を除いて、北海道大学すべての大学院の博士課程院生になります。DX を理解する意欲や、あるいは地域の課題解決に関心のある博士課程院生を求めています。今の研究テーマが DX に関係していなくても、地域の課題解決に関係していなくても、それらを理解する意欲や関心がある人を募集しています。経済的支援としては、月額15万円、年間180万円を支給します。研究支援としては、基本研究費として全員に年間40万円を配分し、審査の上、追加研究費や、あるいは海外、国内の旅費等で最高年間150万円程度まで追加配分することを予定しています。それでは内容について簡単に説明します。皆さん、ソサイティ 5.0 っていう言葉を聞いたことがあるかと思います。これはサイバー空間とフィジカル空間が融合した豊かな社会を示します。日本をはじめ世界の国々はこのような社会を目指して現在さまざまなところで努力をしているわけですが、このようなソサイティ 5.0 の実現に向けては、持続可能で強靭な社会の変革や、あるいは価値創造の源泉となる総合値の創造が要求されています。さらに最も大事なのは、このような社会を支える人材の育成にあります。北海道大学では、これまで本学の研究の強みとそれを生み出す戦略として、データ駆動型教育、研究、産学連携を図ってきました。データサイエンス教育においては、数理データサイエンスセンターで基礎及び実践的な教育を展開しています。理論先導型の研究は WPI アイクレットを2018年に設置し、そこでは最先端の理論先導型研究が行われています。さらにデータ駆動型研究と産学連携を目指してデータ駆動型融合研究創発拠点 DLED を設置する予定にしています。このようなリソースを使って北海道大学が育成すべき博士人材としては、ソサイティ 5.0 を牽引する DX 博士人材、つまりデジタルトランスフォーメーション DX を理解でき、地域の課題解決に貢献できる、そのような人材を育成することになります。ここに本プロジェクトの概要を示しました。
まず本プロジェクトでは科学技術・イノベーションの将来を担う優秀な志ある学生を全額的に選抜します。3年生では1学年125名、4年生では28名の計467名の大学院生を本学に所属するすべての大学院から募集します。採用された学生の人たちは、まず主体的な学びの場において、このソサイティ 5.0 を牽引する DX 人材に必要な DX 推進力、課題抽出力、解決力、異分野融合展開力、国際コミュニケーション力を養成します。これらはここに示した様々な学内の教育プログラムが提供する科目やカリキュラムを学んでいただきます。次に、挑戦的、融合的研究の場では、異分野研究室派遣や主体的研究提案によって主体的な研究力を養うことになります。社会とつなぐ場においては、人材育成本部が提供する赤い都会に参加することで、自らのキャリアパスを拡大できます。また学内においても、学位修了後の研究を継続するためのポストとして、アンビシャス助教のポストを新設します。これらを通して、博士課程の皆さんをソサイティ 5.0 を牽引する DX 博士人材として、社会の様々な分野に供給することになります。本プロジェクトによる経済的支援と研究支援としては、まず生活費相当額として年間180万円を支給するほか、基本研究経費として40万円を配分します。さらに学生の皆さんからの申請に基づいて、ここに示した追加的な研究経費や旅費を配分します。学生選抜については、ここに示したように、まず審査にかかる提出書類としては、研究計画書。これは学術振興会の特別研究員の申請書に加えて、自身の将来展望 DX 博士人材としての適格性も記載してください。学内の教育プログラムに参加している皆さんは、プログラムの履修を証明するものを提出ください。参加されていない皆さんには、博士課程指導教員からの推薦書をお願いします。審査はまず第一段階として、全学共通基準による審査として、専門性の近い教員によってその研究内容を審査します。そこでは、独創的な発想に基づく挑戦的なテーマ設定になるかどうかを評価します。次に第2段階選抜では、選抜委員会によって皆さんの資質、特に科学技術・イノベーションの将来を担うかどうか、そのようなところを評価します。書面だけでは判断できない場合には、面接による審査を加えて、独立で透明性の高い選抜を行います。今回のフェローシップ審査のポイントとしては、第一段階選抜におきましては、研究内容に重点を置いて審査をします。そこでは、挑戦的・融合的研究としての意義を明確に書いてください。研究遂行力、研究業績も、ここに示した項目を十分アピールしてもらえばいいと思います。第2段階では、主に資質の審査になります。現在 DX に関係のない研究をされていても、自身の専門的な研究内容にデジタルトランスフォーメーションを生かした取り組みの可能性を考えてください。志望動機やキャリアパス構想と自己評価も重要です。ここに示した4つの能力に対する現状の自己分析を行って、これらの能力向上のために本プログラムをどのように活用したいのか考えてください。申請書全体としてソサイティ 5.0 の社会を実現するために、皆さんが博士課程で何を身につけたいのか、その熱意を書いてもらえればいいと思います。今後の予定ですが、学生募集要項についてはこのウェブサイトに掲載されていますので参照してください。10月1日から申請期間が始まり、まず2021年9月以前の在籍の方から、11日からは2021年10月入学者の方の申請期間が始まります。11月中頃あるいは下旬には受給者を決定し、12月中旬頃には支給できる予定にしています。以上、本プロジェクトへの問い合わせ先としては、ここに示したメールアドレス、あるいはここに示したウェブサイトを参照してください。科学技術イノベーションの将来を担う
優秀な志ある皆さんの応募をお待ちしています。よろしくお願いします。